今日ですね、このセルシオなんですけれども、なんとエンジンチェックランプが点灯しまして、はい、カピバロードサービス代表です。今日ですね、このセルシオなんですけれども、エンジンチェックランプと、あと VSC の警告灯がついて、何かなと思って一旦エンジンオフしてエンジン再始動したら警告灯消えたんですよ。でまた走り出して5分ぐらいしたら警告灯がついて、で今ちょっと家に帰ってインターネットでいろいろ調べてたら、 VSC とか車体とね、電子制御、安定させる電子制御のセンサーとかじゃなくて、なんか O2 センサーがいかれてもそんな症状が出るっていうことらしいんですよ。ダイアグノーシスを使ってちょっと調べてみたいと思います。そしたらダイアグノーシスの画面に入るためにですね、コマンドがあるらしいのでやってみましょう。情報ボタンですね。このマルチの情報ボタンを押しながら、ライトスイッチを3回パカパカやるっていうことなんでやってみましょう。来ました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 。これがダイアグノーシスといって、エラーなんかが簡単にこう見れるのかな。オーディオヘッドユニットはね、ちょっとこれオーディオ改造車両なんで、チェックついちゃってますね。ダメかもういきなり O2 センサーやるしかねえか。違う、ある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 。ナビ検査メニューっていうのがあるわ。この画面見たことない人結構いるんじゃないですか。 GPS の今状態とか、車両信号センサー検査、カラーバー検査な、これでしょ。あれ、車両信号、これを踏むとこうなるのか。電圧とか出てる、ここになんだこれ、センサ信号、ジャイロセンサー。これはカーナビか。カーナビのを動作させるセンサーのことなんだこれ。ってことは O2 センサーのあれは出てこないのか。じゃあダイアグっていうから車両全部のが見れるかと思ったけど、そうだ、あとなんか故障のその VSC の警告とエンジンチェックランプつくときって打角センサーがぶっ壊れてても鳴るらしいんだよ。ハンドルの切れ角とかも全部拾って VSC ってのは作動するんで、ハンドルの打角センサーがぶっ壊れてもなんか警告出るらしいのね。でバックに入れてハンドル切るとガイドが映るじゃないですか。ガイドが曲がるってことは、これ見てください。ハンドル切るとガイドが曲がってるってことは今打角センサーが生きてるってことですわ。ちょっと打角センサーが生きてるっていうことで、やっぱり怪しいな。 O2 センサーっぽいんで、ちょっとネットで追加で調べて O2 センサーをね、通販で注文したいと思います。社外品でセルシオに使える O2 センサーが出てるらしいんで、それを買って自分で交換かな、ちょっと調べてみますわ。はい、再び代表です。昨日の夜不具合が発生して、夜中のうちにですね、故障診断機になるものを注文しておいてですね、次の日すぐ届きました。さすがアマゾネスですね。じゃあちょっと中開けて故障診断機取り出してみましょう。これを車のコンサルトカプラーにつないでエラーコードなどが読み取れるみたいです。これ正確に言うと OBD2 っていうんですかね。エンジンチェックランプがついてしまって、原因が何かっていうのを読み取るための装置ですね。これ Amazon で5000円しないぐらいしたかね。4000円ぐらいで購入しました。これは何ちゅうメーカーですかね。トップダウンかな。この OBD でそのエラーコード読まずにですね、もう O2 センサーが悪いだろうっていうことで変えちゃってもいいんですけれども、セルシオの場合ね、 O2 センサーが複数あってですね、それ全部変えるのも、コスト的にもったいないんで、これで複数センサーがあるうちのどれが悪いかっていうのもまで特定して、それ1個だけ O2 センサー変えようかなっていう、そういう作戦でいく予定でいます。それでですね、肝心のそのどこにつなぐのかっていうと、このセルシオの運転席足元をですね、こう見ていきます。これアクセルペダル、ブレーキ、サイドでしょ。でその上ですね、これ OBD2、 これにコネクター接続して読み取るっていうことらしいですわ。OBD のコネクター、こういう形状になっていて台形になってますね。断面が、車体側も断面がこういう形状になってるんで、絶対に向きが間違えるってことはないですね。はまるようにしかはまりません。じゃあちょっとキーをひねって、エンジンスタートしてみたいと思います。今 OBD ツールつないだ状態です。で今チェックランプなどは全部消えてますね。通信エラーになっちゃう。通信エラーが発生しました。確認してください。OBD2 準拠してるよ。うまくリンクしませんね。差し方が甘いのかな。
そしたらですね、エアサスのハイボタンを切り替えて、さらに車高を上げていきます。今エアサスのエアバッグをね膨らませてる状態ですね。まあ下に潜るとき大体ですね、こういったバスマット、これをまあ2枚ですね敷いて奥まで潜りますんで、こんな形で下に潜りたいと思います。あとはですね、下潜るときはこういった馬とか、あと補助でねパンタジャッキとか、まあ車体が万が一こう降りてくるようなことがあってもこれで食い止められるように、こういったもので保険をかけておきましょう。まずこのアンダーカバーを外しまして、いやー、むっちゃ上げせるしますな。よいしょ。あったこれ。熱っ。レンジかけてたから熱っ。潜って、これがオイルパンですよね。これここに刺さってる、これ刺さってますよね。これがO2 センサーで、なんか4本刺さってるらしいんだけど、まあ不具合を起こすのは大体高温にさらされるフロント側だろうということで、これを外します。これが今右バンク側ですね。O2 センサーレンチって言って、これセンサーのコードをうまくかわしてこうかぶせる、ナットにかぶせるような構造になってるんですけど、この切れてる部分がここからコードをね逃がすんですよ。切れ込みを利用してセンサーの線をうまく逃がさないと、ナットの部分にね、ここはナットになってるんですけどアクセスできないんですよ。力が入りづらい。外れない。構造は分かってんだけどな。力がないせ入らなくて。勝った。このカプラーがこれっすよ。これがね、爪を押しながら外すっていう構造は分かってんだけど、力が入らない、指が届きにくいですね。来たよこれ。外れた。これが硬かった。いやー、マジで外すのね1時間かかりましたよ右助手席側がねすげえ時間かかりましたわ。でもこれでなんとか外せたんで、自分で交換できる目処が立ちましたね。でこれから O2 センサーを注文するわけですけれども、なんで先に注文しなかったかっていうと、もし自分でできなかった時はもうちょっとプロに頼もうかなと思ってたんで、外せることを確認してから、注文するという流れになります。 2,3 日後には注文して届くと思うんで、またその時取り付けの動画撮りましょう。前回の作業から2日経ちまして、注文していた新しい O2 センサーが届きました。純正品番が書いてありますね。50120。これが、左バンク側ですね。で、これが、末尾が違いますね。50130。これが、右バンク側の前側の O2 センサーになります。値段なんですけれども、フロントのセンサーって純正品だと大体1個1万円するそうです。交換工賃が1個あたり1万2000円するそうなんで、2個新品純正品買って、で2個ともプロに作業をお願いすると、大体4万4000円ぐらいかかりますね。今回は純正同等品を通販で購入して2個で5500円ぐらいです。でこれを自分で交換するので、かかる費用もそれだけという形になりますね。まずね、車体の右側のセンサーを外してみました。ちょっとだけ長さが違いますね。このネジピッチとか同じなんで、はまることははまりますね。あとケーブルの長さも若干新しく買った方の方がケーブルの長さが短いです。こっちの右側のすすけている方が今までついてた方ですね。なんか中のヒーター線が断線するとエラーになるのかなんとか言ってましたけど、まあこちらを新品に交換していきましょう。あそこにめがけて入れて、おお、いい感じですね。ぴったりぴったり、良い感じです。はい、右バンク側が無事に刺さりました。ちょっと刺すのもコツがいりますね。なんかいや、今手の力だけで締めたんで、あとはこの O2 センサーレンチを使って、この水が切ってあるところをこうですね、こうやってケーブルを逃がすようにして、ここにレンチがはまるんですよね。こうですよ、逃がすようにしてはまったでしょ。でこれを締めていくわけですね。本締めしていきましょう。こうやって予想外の展開が起きました。これ外したやつなんですけど、カプラーの形状が微妙に違うんですよ。これ車体の左側は普通についたんですよ。でこっち右側がまず一つ問題点があって、このケーブルの長さが足りない。5センチぐらい
今回届いた方が短いんですよ、5センチぐらい。だから車体側のコネクターまで届きそうで届かないんですよ。だからちょっと配線を加工します。延長します。さらにもう一個問題点があって、カプラーの形状が微妙に違って、ほらこっちの方が細長くて、こっちの方がより正方形に近いじゃないですか。だからはめようとしてもはめないんですよ。カプラーも移植したいと思います。交換ですね。交換してドッキングしたいと思います。ケーブルが4本出てるんで、この4本を間違えないように切ってつなぎ直すということをやります。古くなっちゃったこのすすけた方のこの辺で切断します。このカプラー同士を交換するみたいな、そんな感じですね。じゃあちょっとハンダ付けでやってみましょう。ちょっと熱が弱いかな。そんなことない、大丈夫ですね。でハンダ付け終わったらこれを絶縁をして、それで車体に戻していきましょう。白は白、青は青につないで区別をして、つなぎ替えます。延長バージョン完成しました。こっち側が新しく買った O2 センサーで、こっち側のカプラーだけ元の古いやつをくっつけたっていう延長ロアアームじゃなくて延長 O2 センサー完成しました。